はい。ということで今回はですね、北朝鮮のミサイル問題について、歴史と世界情勢を絡めて解説していきたいと思います。ご存知の通り北朝鮮からは定期的にミサイルが日本に飛んできてるわけなんですけれども、この動画を見ていただけると、なんで北朝鮮が日本にミサイルを撃ってくるのか、その意図がわかると思いますので、少々お付き合いいただければと思います。大きなニュースになったのが10月の4日ですね。久々に北朝鮮のミサイルが日本列島を越えて太平洋に着弾したということで、北海道とか東北の方は J アラート、不協和音ですね。それを耳にされた方もたくさんいるんじゃないかと思います。今回の構成はこんな感じです。歴史背景から見る北朝鮮が核保有をする理由。2、北朝鮮核ミサイルの種類と実験。最初は核ミサイルの構造と性能。その後に実際にどのような実験を行っているかを説明します。で、3番目が日本に核ミサイルが飛んでくる可能性というような流れで話をしていきたいと思います。ということで早速始めていきたいんですけれども、まずはなんで北朝鮮がミサイルを作るのかっていうところから、それを歴史を交えてお話の方をさせていただきたいと思います。これ深くやるといくら時間があっても足りないんで、歴史の部分に関しては要点を絞って説明させていただきたいと思いますので、もしご興味のある方は後でご自身で調べてみてください。まず、朝鮮半島の歴史を見てみましょう。第二次世界大戦で日本の敗戦後、日本が併合していた朝鮮半島をどうするかで、北は社会主義、南は自由主義で大規模な内戦が勃発します。南のバックにはアメリカ、その後ろには日本、北のバックには中国とソ連がいました。これが朝鮮戦争です。当時、米軍の主力は在日米軍基地から出ていて、日本は戦争特需に沸きました。朝鮮半島内では泥沼の戦争が続いて、1953年、北緯38度のところに非武装地帯、通称 DMZ って言うんですけど、これを設定して南北は休戦に入ります。ちなみに2022年現在でも実は今も停戦しているだけで、韓国と北朝鮮は戦争中ってことになってます。で、休戦後、南は韓国になって資本主義のもと大きく発展。北はキム一族の独裁の社会主義のもと、中ロから多少の経済援助は受けてるんですけど、食糧危機、電力不足の中、軍事国家を歩み続けています。じゃあなんで北朝鮮はその道を歩いているんでしょうか。韓国と北朝鮮は休戦中で、北朝鮮から見ると、いつ米韓軍が北朝鮮を潰しに来るかわからないっていうような状態なんですね。ただ、北朝鮮の陸海空の軍事力って、第二次世界大戦時代のソ連の装備なんで、まともに米韓軍と戦ったら1週間も持たないっていう風に言われてるんですよ。それは北朝鮮も分かってます。ということで、国民の生活や経済発展を二の次に、一番コストパフォーマンスの高い核兵器に全力を注いで作ってるっていうわけです。北朝鮮の狙いは安全保障、キム一族独裁の体制維持、アメリカとの対等な外交関係、あとは経済制裁の解除なんかがあります。ということで、北朝鮮っていうのは、我が国はアメリカに届く核兵器を保有してて、いつでも撃てるからなっていう体制を作りたくて、それに向けたミサイル実験を日本海で行っているっていうことになります。じゃあ次は、北朝鮮がミサイルを作る理由が分かったところで、実際の実験内容についてちょっとお話の方をさせていただきたいと思います。我々日本人にとっては決して他人事ではございません。まずはミサイルの構造なんですけど、先っちょの部分が核弾頭、胴体の部分がミサイルっていう風になってます。胴体の構造は基本的にロケットと同じで、乗せるものを核弾頭から衛星に変えるとロケットっていう呼び名になります。乗せるものが違うだけで名前が変わるってことですね。ミサイルは宇宙空間まで核弾頭を運んだ後に切り離されて、最終的には核弾頭だけが超高速でターゲットに着弾するように作られてます。続いて北朝鮮の核弾頭について。核弾頭は過去に何度か実験が行われてます。これは BBC からの引用なんですけど、北朝鮮は地下トンネルで実験をしてて、実験時に発生した地震のマグニチュードから核の威力を計算したものです。で、最後の実験では140キロトンっていう結果が出てるんですけど、これって広島に落ちた原爆が14キロトンで、長崎に落ちたものが18キロトンなんで、その威力と比較すると8倍から10倍近いっていう風に推定されてるんですね。ちなみになんですけど、ロシアが持ってるツァーリボンバっていう核があるんですけど、これが50から58メガトンで、広島の4242倍で、1000キロ離れたところまで衝撃波が来るらしいんですよ。
こんなん使ったら世界が終わります。続いて核弾頭を飛ばすミサイル部分についてです。種類はめちゃくちゃいっぱいあるんで、大きく距離別に分けます。まずは SRBM。BM っていうのはバリスティックミサイル、つまり弾道ミサイルっていう意味で、最初の2文字が、例えば SRBM だったらショートレンジバリスティックミサイル、短距離弾道ミサイルってことですね。で、MR っていうのがミドルレンジ、準中距離弾道ミサイル。で、IRBM っていうのがインターメディエイトバルスティックミサイル、中距離弾道ミサイルですね。で、最後、一番長距離なのが、おそらくニュースとかで名前聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、ICBM、大陸間弾道ミサイル。この4つに分けることができます。あと、SLBM って言って潜水艦から発射する型のものもあります。これについても北朝鮮は原子力潜水艦と並行して開発を進めているようです。これは BBC からの引用でミサイル実験の回数なんですけど、見ての通り金正恩政権になってから急激に増えていることがわかります。で、これも BBC からの引用なんですけど、これは長距離が 1500km 以上のミサイルなんですね。で、北朝鮮は今これだけ持ってます。この 1500km っていうのは日本のほぼ全土が射程に入ってます。それでこの下の方の火星シリーズですね。火星12から17まであるんですけど、これっていうのは最近北朝鮮が主に実験やってるやつで、火星に続くナンバリングの数が大きいほど遠くに飛びます。もちろんここに記載されてない韓国で狙える数百キロレンジの短距離ミサイルもたくさん持ってます。ということで、これだけたくさんのミサイルを持ってるわけなんですけど、もちろん実際に運用するには実験が必要になります。なんですけど、例えばこの飛距離15000キロの長距離弾道ミサイル、平壌からアメリカ全土をカバーする射程距離のミサイルなんですけど、これを日本海に落とすってどういうことっていう風に思いますよね。ミサイル実験には通常軌道とロフテッド軌道っていう2種類の撃ち方があります。まず、通常軌道っていうのは最大距離を狙った放物線を描いて飛ばすもの。それで、ロフテッド軌道っていうのはほぼ垂直に飛ばす方法です。つまり真上に撃ってこれだけ飛ぶんだったら通常軌道で飛ばしたらこれだけの距離飛ぶよねみたいな、要はエンジンの性能をテストするわけですよ。で、高いもので高度6000キロ超え、それって飛行機の高度の600倍、宇宙ステーションの15倍の高度まで飛ばすんですよ。こんな感じで普通に飛ばせば1万キロ以上飛ぶミサイルをわざと垂直に撃って飛距離を1000キロぐらいにして日本海に落とすっていうような感じです。たまに何百億円もかけて日本海にミサイルを落とすって北朝鮮ってアホなのっていう人いるんですけど、北朝鮮はロフテッド軌道で撃ってエンジンの性能をテストをしてるんで、アホだなんてとんでもなくて、むしろものすごい高度なことをやってます。これは実験が活発化した17年以降の火星シリーズの高度と飛距離です。まずこの赤で囲った部分、これは高めの高度に打ち上げてて、飛距離は全部1000キロ前後、日本海に落ちてるんでロフテッド軌道の実験だと言えます。逆にこの青の部分は高度が低くて距離がかなり長くて全部日本を飛び越えて太平洋に落ちてるんで、この青の部分は通常軌道の実験という風に言えます。じゃあこの赤のロフテッド軌道のやつを実際の図にするとこんな感じになります。まずこれ17年の7月4日、この横の14号っていうのは火星14号のことです。で、7月28日、11月29日、そして今年に入って1月の30日、3月の24日に至っては6000キロを超える高度まで飛んでます。こう見ると、この高さまで飛ばして日本海の狙ったところに落とすって、ものすごい高度なことをやってます。じゃあ、例えばこの高く飛んだ火星14号と17号っていうのを見てみます。この17年に撃った15号、通常軌道だと1万3000キロ飛ぶっていう風に言われてて、で、今年の3月に撃った17号に至っては通常軌道だったら1万5000キロ飛ぶっていう風に予測されてるんですよ。この火星15号と17号は両方ともワシントンを含めたアメリカの本土どこにでも届く距離です。じゃあちょっとさっきのチャートに戻って、次は通常軌道で飛ばしたミサイルの方を見てみましょう。この青の部分です。これらは全部中距離弾道ミサイルの火星12号で、日付順に左から並べてるんですけど、見ての通りどんどん飛距離を伸ばしていってグアムが射程圏内に入ってます。で、この3本は日本を飛び越えてますんで、これが17年に2回と今年の10月4日、北日本で J アラートが鳴ったミサイル実験です。それで日本を通過するミサイルでも、日本の上空の時点ではすでに宇宙空間飛んでるんで、J アラートが鳴ったって言って空見上げてもミサイルが見えることってまずないんですよね。J アラートが鳴った時ってテレビつけるとキャスターの人がヘルメットかぶってるじゃないですか。
あれ見るとなんかイメージ的に北朝鮮から核ミサイルが日本に飛んできたのかなみたいな感じのイメージで持っちゃう方結構多いと思うんですけど、ただ過去3回の日本の上空を通過したミサイル実験で言うと、アメリカを想定した核弾頭を乗せてないミサイルが日本上空の宇宙空間を通過したっていうのが正しい表現になります。なので北朝鮮が日本に向かって核ミサイルを撃ってきたっていうのは表現としてはちょっと間違ってます。さて、それでは日本にとってどのような脅威になるかっていうところでお話をさせていただきたいと思います。まずここまでをまとめると、北朝鮮が核ミサイルを作る理由っていうのはアメリカとの対等な外交をするためで、実際に核ミサイルを他国に撃ち込むために作ってるってわけではないんですね。ただ海を挟んで隣の国が日本に届く核兵器をいっぱい持ってるってことで、脅威といえば脅威です。ただ個人的な話をすると、今北朝鮮が日本に核ミサイルを撃つメリットってあるかなって思ったらないと思うんですよ。重ね重ねになって申し訳ないんですけれども、北朝鮮が核兵器を保有する理由ってアメリカと対等に外交をするためであって、歴史的に嫌いな日本を打ちのめすために核兵器を作ってるわけじゃないんですね。例えば北朝鮮が万が一日本に核ミサイルを撃ったとしたら、それはもう世界中から非難されて米軍は黙ってないでしょうし、北朝鮮にとっていいことって正直何一つないんですよ。だって北朝鮮は今の体制を維持したいだけなんで。なので僕は個人的にはどちらかといえば韓国の方が危ないんじゃないかなというふうに思ってます。だって朝鮮戦争っていうのはまだ終わってないわけですし、実際にたまにその DMZ の非武装地帯で突発的な衝突が起こってるんで、それがエスカレートして全面戦争になるっていう可能性はあると思うんですよ。実際に2010年に1回覚えてる方いらっしゃるかな、そのヨンピョ島砲撃事件っていうのがあったんですよ。要はその北朝鮮の砲撃がその韓国の領土内に落ちたっていうことがあって、でその時は一瞬かなりピリッとしたんですよね。その南北戦争再びその朝鮮戦争始まっちゃうんじゃないかみたいな。なので個人的な意見になっちゃってあれなんですけれども、北朝鮮が日本に核兵器を今撃つメリットっていうのはないっていうふうに思ってます。かといって昨今ね、ヨーロッパとか東アジアとかで情勢が結構荒れに荒れてるので断定的なことは言えないので、今の時点ではっていう風にちょっと補足の方はさせていただきたいと思います。ということで日々日本の方には北朝鮮からミサイルが飛んできましてですね、ニュースでは飛翔体ですとか、弾道ミサイルとかそういう言い方はあるんですけれども、実際にその角度とか飛距離とかを見ると、そのミサイル実験がどういう意図で行われてて、どこ向けのミサイルなのかっていうのもわかるんですよ。だからそういった見方をすると、また一つその北朝鮮関連のニュースが面白くって言ったら語弊があるかもしれないですけれども、一つ踏み込んで見れると思いますので、ちょっとその辺を意識して次もし北朝鮮がミサイルを撃ってきたニュースっていうことがあったら見てみてほしいと思います。これが実際に僕が軍事境界線に行った時の映像です。境界線の向こう側には北朝鮮の兵士がいます。カメラを向けるとこんな感じで双眼鏡でこっちを見てくるんでめちゃくちゃ怖いです。これは北朝鮮のケソン市の映像です。双眼鏡を通して撮影してるんですけど、韓国から見える場所にあるんで、あえて立派な建物を建ててるということでした。これもなかなか緊張感のある場所です。ということで今回は北朝鮮のミサイルの話をさせていただきました。以上、どうもありがとうございました。